皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。あっという間に2月になりましたね。はい。1月はどうでしたかね？結構仕事忙しかった方とか多かったんじゃないですかね。はい。私はですね、実はつい最近旅行から帰ってきまして、9日間のパリ・ベルリン旅行に行ってきました。はい。パリはね2回目なんだけど、ベルリンは初めて行きました。あのねあのなんだっけ、東京の時のねシェアハウスの友達、アメリカ人の女の子なんですけど、そのアメリカ人の子がパリに遊びに来て、そこでフランス人、私、アメリカ人集合して3人で4日間パリの旅行をして、その後ベルリンに移動して、ベルリンの友達、ドイツ人の友達に会って旅行するという、とてもとっても楽しい、だからもう青春だぜみたいなね旅行でした。はい。そういうね、なんか一緒に旅行できる友達ってなかなかいないじゃん。すごい気使っちゃったりさ、なんかすごい行きたいところ全然違うとかさ、なんか一人はすっごい計画するのが好きで、もう一人は全然計画するの好きじゃないとかで、ちょっとなんか気まずい雰囲気になっちゃったりとかあるじゃん、旅行ってね。うん。そういうのがね、一切なかったんでね、本当にね、気楽に過ごせましたね。すごい楽しかった。はい。で、パリで何をしたかというと、前回のパリ旅行で行けなかったところに行ってきました。一つ目はルーブル美術館。モナリザを見ようぜって言ってね。はい。結構ね、この季節人が少なくて。で、ルーブル美術館に行ってモナリザ見ました。なんか急に、モナリザだ。わーぐらいの気持ちでしたね。ほんとね、人少ないからね、すぐ見れて。ただね、モナリザやっぱり世界一有名な絵画でしょ？だからすごいプロテクターみたいのがあって近づけないのよ。うん。でもモナリザの良さってさ、その絵のなんて細かさとか、その技術とかテクニックじゃん。その時代にあったね。そのダヴィンチのなんか凄さみたいなもんじゃん。別にモナリザさんがすごいわけじゃないじゃん、あれって。だから遠いからさ、あんまりその絵のなんか細かさとか、そのディティールが見えなくて、なんかただの女の人の絵みたいな感じに感じちゃいました。あとちっちゃいね。想像以上にちっちゃいだった、あれは。うん。はい。ただね、やっぱ世界で一番有名なこのモナリザというね、もう子供の時から知ってるこの絵、もう何千回何万回と見たこの絵が今自分の目の前にあるって感じた時は、ちょっと感慨深いものがありましたね。なんか不思議な気持ち。うん。はい。で、でもルーブルはね、ほんと広くて、他にもたくさんの展示物があって、一番テンション上がったのは、古代エジプトですね。はい。なんじゃこりゃみたいな。もう昔すぎてわけわからん。本当にね、楽しかったです。はい。そして次はベルリンですね。ベルリンはね、パリと雰囲気が変わりすぎて、結構びっくり。まずね、パリはすごい狭くて人がいっぱいいるの。で、ちょっとなんかカラフルな印象がある。うん。なんかきらびやかな世界な感じがある。でも、ベルリンはね、まず広い。なんか道とかも広いし、建物もでかい。で、人がそんなにいなくって、で、建物にね、もう無駄がない。あんまりすごい古い建物っていう感じじゃないの。で、無駄がない感じ。で、電車とかもすごい便利だし、綺麗だったし、でも無駄がない感じがあった。そう。なんかグレーとか黒とか白とかそういう感じが多いけど、でも落書きがすんごいたくさんあった。なんであんなに落書きあるのぐらいの感じですごい、すごかった。落書きの量がすごかったね。うん。ね、やっぱドイツはやっぱ戦争の歴史がね、ありまして、あとベルリンといえばやっぱ西ドイツ、東ドイツでね、ベルリンの壁とか有名じゃないですか。うん。だからそういう影響もあって、そんなに遠い話じゃないじゃない。遠い昔の話とかじゃないから、やっぱまだその街の中にその
なんていうの、その当時の雰囲気とか、その影響がまだ残ってる感じはありましたね。ちょっと暗い感じがある。うん。はい。まあ、それが好きって人もいると思うんだけど。で、いろんなね、やっぱ、その、ドイツとベルリンの歴史に関するミュージアムに行って、まあ、いろいろね、友達と意見交換とかして、かなりいい旅行になったんじゃないかなと。まあ、あとはやっぱりまだまだその、まあ、ルーブルとか行ってもそうだったんだけど、やっぱ歴史についてまだまだ知らないことがたくさんあるから、勉強した方がいいなっていう気持ちにもなりましたね。うん。はい。あとベルサイユ宮殿にも行ったの、ピャリの。ピャリのベルサイユ宮殿はすごかった。もうね、金、赤みたいな感じ。なんか、金色、赤色、白、キラ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 っていう感じのね、場所でね、なんか、これいくらかけて作ったんだろうって思っちゃうぐらいのね、ゴージャスレベル。うん。もうね、途中でね、なんか頭痛くなっちゃったの。なんかキラキラしすぎて。あとね、なんか歴代の、なんか王とか、なんだよ、ルイ16世、ルイ14世とかさ、その、歴代の貴族たち、そこに住んでいた貴族たちの肖像画、その自分の顔が描いてある絵が、なんかめちゃめちゃもう壁中にね、貼ってあってさ、まあ、どんだけ自分たちの顔の顔描いたんだよっていうくらい、自分たちの顔の顔描いた。ちょっとおかしいけど、自分たちの顔描いた。だね。はい。面白かったですね。はい。うん。なんか、本当に違う世界。今まで見たことない世界だった。ベルサイユは。うん。はい。で、今日はですね、皆さんにちょっとシェアしたいお話がありまして、それはですね、ラーメンの話です。うん、まあね、実はですね、私、パリですごく食べたいラーメンがあったんですよね。それはこだわりラーメンって言うんですけど、結構ね、いろんな人にこだわりラーメンはうまいとか有名だっていう風に聞いていて、で、こだわりラーメンの何がすごいかというと、フランス人の方が作ってるんですよ。そう、日本人じゃないの。で、なかなかないじゃん。その、やっぱうまいラーメンってやっぱり本場のね、その国の人が作ってることが大半でしょ。で、その国の人じゃない人が作ってる場合って大体あんまり美味しくないのね。うん、ごめんだけど。まあ、どこの国もそう。日本だけじゃないよね。はい。そう。でもこだわりラーメンは日本で確か賞みたいなのもらってたんだよね。なんかのグランプリに輝いたこともあって、で、実は先月ね、こだわりラーメンに行こうと思ったんだけど、3時間の待ち時間だったの。3時間だよ。ディズニーランドかよってぐらいで、だからやめたの。で、今回ね、まあ30分も待ったんだけど、30分ぐらいだけだったんで、待って、はい、こだわりラーメンに入りました。うん。で、こだわりラーメンの、まずね、店に入った瞬間は結構日本っぽい、日本のなんか横丁っぽい雰囲気を作っていて、でもね、スタッフさんがね、全員外国の方だったの。いらっしゃいませみたいな感じのね。この間のいらっしゃいませのビデオの続きみたいなね。外国人バージョンのいらっしゃいませだったのね。で、なんかちょっと気になることがいくつかあったの。まず、外国人スタッフしかいないの。特にキッチンね。それをね、初めて見た。キッチン外国人しかいないんだと思って、まあまあまあ、それですごい美味しいラーメン作るって相当すげえなと思ったの。で、もう一つ気になったのが、なんか店内の BGM が電車の音とかだったの。なんか、次は渋谷、渋谷みたいな。また、この間のエピソードと同じ内容になってるけど、なんか、まもなく2番線に電車が参ります。みたいなね、アナウンスがね、店内で流れてるのね。うん。まあわかる。日本の雰囲気を出したいっていうのはわかるんだけど、店の中横丁で、この電車のアナウンスを聞きながらラーメン食べるってなんか、私電車のホームにいるのかなみたいな気持ちにちょっとなるなみたいな。まあまあでも懐かしいなぐらいのね。うん、で、ラーメンが来た。で、なんか見た目はね、すっごい美味しそうだったの。で、私が注文したのが醤油ラーメンで、友達2人はね、違うラーメンだったんだけど、めっちゃ楽しみにしてたの。私たち。うん。だってみんな美味しいって言うんだもん。でね、食べたの。
あまり美味しくなくて。うん。本当に。ごめんだけど、もしこだわりラーメン大好きな人とかいたら本当にごめんだけど、マジで美味しくないなーって思ったのね。で、そのフランス人のそのスタッフの人たちが喋ってたのが、どうやらなんか今日油入れすぎたわみたいな会話をしてたらしいのね。そう。で、確かにね、めちゃめちゃ重かった。めっちゃ油があって、なんかね、全体的にね、なんか美味しいっていう感じじゃなかったのね。でね、3人ですごいがっかりしたの。申し訳ないけど。でね、私はすごい考えた。だって日本で賞をもらってるんだよ。おかしいじゃん。だからもう名探偵はるか。名探偵はるかはね、の推理なんだけど、これはまあ、定かじゃないよ。本当かどうかわかんないけど、多分オーナーが日本人でしか、オーナーのフランス人の人が作ってた時は多分すごく美味しかったんだと思う。うん。やっぱこだわりラーメンっていう名前だからこだわってたんだと思うね。うん。だけど多分そのオーナーはもうお店にいないんだと思う。あんまりチェックしてないんじゃないかなと思う。で、スタッフたちはみんな外国人の方で、やっぱスタッフも変わるじゃない。で、そうなると、どれが本当の味かどうかみんなわからない。そしてみんな日本の本当のラーメンもわからない。だから、わからないまま作ってる。で、多分だけど、レシピは多分すごくいいと思うんだけど、少しずつ例えば油の量が違かったり、麺の茹で加減が適当になっちゃったり、あと醤油とか塩の、その絶妙なね、その加減っていうのが適当になっちゃったり、バラバラになっちゃったりして、味の全体的なバランスが壊れたんじゃないかなと。名探偵はるかはね、そう推理しました。うん。だから、まあ、もしね、そのフランス人のオーナーの方がそれに気づいて、もう一度ね、その味の修正をしてスタッフさんに教えたら多分また戻るんじゃないかなと思うんだけど。はい。だからもう一回リベンジしたい。あとね、もう一つね、その築地ラーメン、築地市場みたいなラーメンがあって、それも有名で、なんか最近はそっちの方が美味しいっていう噂が流れてるらしいから、多分そっち行けばよかったかなっていうね。うん。はい。でね、次はベルリンに行ったんです。で、ベルリンに行って、またラーメンを食べようっていう話になったの。っていうのも、やっぱ、その9日間ね、ずーっとヨーロッパの料理とかを食べてて結構重くなっちゃって、で、ちょっとアジア欲しいってみんなで話してて、で、その近くにアジア料理でいいお店があんまなくて、で、もう疲れてるし、8時ぐらいだし、で、唯一あったのがラーメン屋さんだったの。で、そのラーメン屋さんは、アース東京ラーメンとかいう名前だった。ごめん、ちょっとはっきり覚えてない。アース東京っていう名前だった。うん。で、その、Google レビューを見たら、星5.0だったの。で、レビューが200件ぐらい。5.0って何と思って。ありえんの？ 5.0 ってこの世にあんのと思って。で、すごい疑った。もう、こだわりラーメンで一回ちょっと、あの期待と違かったから、なんか、いや、これまたフェイクじゃねっつって、ちょっと嘘じゃねって言って、5.0なんて信じられない。で、めっちゃ Google とかインスタとかで、その店の写真とか見まくったのね。で、そうするとね、なんか、店の中のインテリアとかがあんまり日本っぽくないの。で、ラーメンの写真もね、なんかちょっと変なのね。なんかキムチが乗ってたりとか、なんか、これ本当に美味しいのかなっていう感じだったの。うん。ちょっと偽物っぽい感じだったのね。ただ、その5.0のレビューの中に日本人の人がレビューしてて2人ぐらい。で、日本に戻ったような気持ちになったって、とっても美味しかったって書いてたのね。で、どうするって言って3人で。もうお腹も空いてるし、アジア料理食べたいし、もう夜8時だし、もう歩きたくないし、どうするって言って、もうかけようって、もう、これもこれで失敗してもヨーロッパの一つの経験として笑えるから、いいよ、行こうってなって行ったの。うん。でね、そのお店に着いてお店の扉を開けた瞬間、いらっしゃいませーっていう声が聞こえて、わ
本だもう3人でめっちゃガッツポーズしちゃってよっしみたいな。スタッフさん全員日本人だった。はい。キッチンもホールも日本人で、ラーメン味噌ラーメン食べたんだけどめちゃ美味しかった。普通に美味しかった。なんかほんと日本のラーメンの味。まあめちゃめちゃ死ぬほど美味しいってわけじゃないんだけど、普通になんか海外のラーメンのクオリティの中ではもうトップレベルに美味しかった。もうね、心が温まりました。もう体も心も温まりました。すごくはい、疑ってごめんなさいっていう感じで、ちゃんとね店の中の BGM もね米津がかかってた。米津とかアニソンがすごいかかってて、その懐かしのね平成ソングみたいなものがかかってて、ナルトとかね、よいよいよいって感じだった。はい。ということでね、まあ何をが言いたいかというと、まああれだね、海外で本物のラーメンを探すときは、特にキッチンのスタッフで一人日本人がいることを確認した方がいいかもしれない。なんか本当の味が分かっている人が一人いないと味がブレちゃうと思うから、本当の味と遠くなっていく。だからもしね、皆さん美味しい日本料理とか美味しいラーメンとかを海外で食べたい場合、キッチンスタッフチェックしてみてください。日本の方がいたら美味しい可能性がありますよという話です。で、いない場合要注意っていう感じかな。はい。今回のねそのこだわりラーメンちょっと残念だったんですけれども、私は多分本当のこだわりラーメンはすごく美味しいと思うので、ぜひ食べてみたいと思っております。いつかリベンジしたいなと思いますので、皆さんこだわりラーメン次食べた方ぜひどんな感想だったか教えてください。はい。パリにはねもっと美味しいラーメンがたくさんあるらしいので食べたいです。はい。ということで以上。今日話した話またトランスクリプト作りますので、私のウェブサイトチェックしてみてください。あと X、YouTube、Instagram こちらのフォローもお願いいたします。そしてサニーサイドジャパニーズ、私と他の先生とやってるグループ会話クラスなんですけど、新しく部活が始まりました。イエーイ。もう早速ね部活始まって、今日ね実はさっきゲーム部、私ゲーム部担当なんだけど、ゲームをみんなでねしてね面白かった日本語でやるとみんななんかねやっぱさらに難しくなるみたいで、はい、でもちょっと笑いましたね。はい。であとはゲーム部の他にも音楽部、あとは読書部、シャドーイング部があります。はい。ゲーム部はかなりね遊び系なんですけど、他の音楽部、シャドーイング部、読書部は結構日本語の勉強としても役立つし、楽しい内容になってると思うので、会話以外でもね日本語が勉強できますので、ぜひサニーサイドジャパニーズ入ってみてください。はい。さらに2月 8日8年、次の土曜日にクラス体験イベントがあります。これかなりお得で、3人の先生のクラスを体験することができて、そして直接私たちに質問もできますし、そのサニーサイドジャパニーズのその部活についてとかもう詳しく説明しますので、ぜひ興味ある方こちら参加してみてください。2月8日です、土曜日。はい。時間は日本時間8時とかだった気がする。ごめん、8時とかそこら辺。はい。お待ちしております。そしてペイトレオン、こちらのメンバーを募集しております。ペイトレオンでは言葉と漢字の新しい、勉強コースが始まりました。興味ある方ねぜひ参加してみてください。で来週は、次の週は、ウィーク4週目になるので、ウィーク1からウィーク4のまとめテストになります。なので参加者の皆さん今のうちに勉強しといてください。はいということで、以上、喋りすぎちゃったね。皆さん2月も頑張っていきましょう。それではまた。
た次回。さよなら。